はい、いて座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は11月20日新月から12月5日満月までの2週間を星の解説しながらタロット見てみたいと思います。よろしくお願いします。それから11月20日からカペラノートの PDF 版が発売になりました。こちらノート版をご予約いただいた方は本当にありがとうございます。カペラノートとポケットカペラは11月末までにお届けしますので、もう少々お待ちください。そしてデジタルで欲しいなという方は PDF の詳細ページご覧になってください。よろしくお願いします。では行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カップの3、そしてカップ8、ソード6の逆、鳳凰、女教皇、カップのクイーンの逆ですね。そしてソード10の逆。気をつけることや対策がペンタクスの10と節制と、オラクルは、はい、ワンドのエースです。はい、ワンドエース。なるほど。まずね、お誕生日迎えてる方、本当におめでとうございます。豊かな1年をお迎えください。星で見た時に、その前の動画で解説したこの新月、11月20日の新月っていうのは、パートナーシップにすごく影響するんですけれども、いて座の皆さんっていうのは、ちょっとその、パートナーシップとか契約っていうのは少し水面下にこうなんか沈んでるみたいな感じがあって、決して悪いわけじゃないんですけど、なんかどんどんじゃんじゃん新しい人とつながってどうこうっていうよりも、これまでの関係性の中で消化することを完全に消化して、そして学べることや得た気づきっていうのを完全にこう得てから、なんか来年の春からまたね、新しくどんどん芽が出てくるみたいな感じなんです。例えばこう土の中に種を植えて、その種がしばらくしてから地上に芽を出すみたいな感じで、今はこう土の中に必要な素材というか種とか可能性っていうのをこうきちんと備えて、そしてそれが育って来年の春ぐらいにこう花が出てくるかな、なんか形になるかなみたいな感じなので、こうすぐにいきなり何かが変わるってわけではないと思うんです。でもその可能性っていうのが今まさに種がね植えられようとしているっていう感じなんですね。なのでまずはこの11月20日からでもいいですし、ご自身の誕生日からでもいいですし、とっても豊かな時なので、特に22日以降は太陽がいて座に入ってくるのでね、いて座さんはどんどん自分らしくなるとか、自分に注目が浴びるとか、こう光が注がれるっていうふうに思っていただきたいんですね。すごく自分らしくあるっていう、元気になってくるっていう感じがすると思います。なのでこう誰かがいないとダメだとか、誰かに認められないと嫌だっていう気持ちが少し薄れてきて、自分でいいんだとか、このままで十分だみたいな気持ちが少し増えてくるんじゃないかと思います。特にそれが11月の1日から金星という社交性とか愛情とかお金とか価値、美しさっていうものがいて座に入ってくるので、より一層いて座さんの美しさとか優しさとか愛情とか価値っていうものがこう表に出やすいっていうのかな、溢れ出る、こう波動としても溢れ出る感じがするので、そんな心地いい状態をご自身でもちょっと注目してみてほしいなと思ったんです。こうついつい忙しいとそんなことも感じずにただただ毎日を過ごしてしまいますけど、本当に豊かだなとか、本当に自分っていいなみたいなことをぜひ思い出してみてほしいんですね。でそれがこう自分が特別誰かに何かをしなくても、こう水面下でちゃんと種が植えられて、時が経た時に表に出てくるよって感じがするので、今はなんだかこう伊手座さんにとってはこう見えないところからの恩恵が本当に実は届いていて、知らないところで価値が上がっている時なので、表面上は何も変わってないように見えるかもしれないけれども、着実にその種を植えられる時だよっていうタイミングになります。そしてカードで見た時にやっぱり入り口がカップの3なので、何かしらこの11月の末から12月の5日までの間に嬉しいことがあるんじゃないかなと思います。友達と遊びに行く機会が多いとか、こう出かける機会があるとか、とにかく仲間とかそういう人たちと一緒に喜んでいる、楽しんでいるっていう感じのカードが出ています。でもしかしたら普通に友達と話をして楽しいとか、こう何かレジャーを
楽しむとかそういうことは全然いいんですけれども、大きな目標に関してはなかなか進んでないなっていうふうに自分で思うかもしれません。なんとなく風が強いみたいな、向かい風が強いっていう風に感じていたかもしれませんが、いやでも十分やってるよねとか、十分だなっていうその評価も得られそうですし、他者からの評価も入ってくるかもしれないですし、なんせ自分が自分のことをちゃんと認められそうな感じがします。これはタイミングが来ると思います。そういう特にそれが22日以降っていうのは明るくなるとか華やかになるとかっていうのもありますし、火星も今いて座に入っているので、自分でいいんだとか、もっと好きなことをやろうみたいな自分の中から湧いてくるエネルギーをちゃんと自分で認められるって感じがするんですね。そしてここから先やはり女教皇という強いカードが出ています。これは特にビジネスとか勉強とか知識を使ったものとか特別な技術とか知識を使うことに関してはとても聡明に活かせるよっていうカードなんですね。なのでこれまで得た自分の知識経験したことをふんだんに使って自分なりのやり方、自分なりのマニュアルを作るみたいな感じもあるかもしれません。でこれがゆくゆくすごく助けになる感じがするんですよね。なのでもしお仕事を頑張りたいなと思ってらっしゃる方は、何かそういう自分のアイディアだったりとか、マニュアルだったりとか知識経験っていうのをまとめる作業みたいなのが入ってくるかもしれませんね。もう一度バラバラになっていたものっていうものをきちんとまとめたりとかつなぎ合わせたりとかするっていう感じもします。そしてそこからクイーンのカップの逆っていうのが出ているので、本当はもっとその自分が得た知識や経験にいろんな感情とか可能性とかっていうものを付加して何か華やかなものにしたいっていう思いがあるんですけども、それに感情がすごく満たされるかっていうと、そこまで感情だけをすくい上げてもらうわけじゃないみたいで、なおかつ市田さん自身もやっぱりこの11月を境にしてここまで自分がね望んでいたこととここから望んでいくものが変わってくるよって感じがするんですね。なので過去の自分が望んでいたものがたとえ満たされなかったとしても、もうそれはいいのみたいな、今もうそれに興味ないんですみたいな感じで、新しいものを本当の自分に沿った願いっていうものを求めていく感じがします。なので今ちょうどその切り替えの時っていう感じがするので、少しご自身でも戸惑うかもしれませんね。あれ、私今までこれを求めてきたはずなのに気持ちが変わってきたぞとか目標が変わってきたぞみたいな思いもあるかもしれません。でもせっかくここまでやったからやりきろうとかちゃんと到達しようみたいな意気込みがあって、本当に当たって砕けるぐらいの感覚で何かアプローチしたりとか言ってみたりとかそういうことがありそうです。ソードの10の逆っていうのは夜明けっていう意味があるんですね。思い切って何かする、怖いんだけどやってみたらすごく扉が開かれるよとか夜が明けるよっていうことなので、これまでずっと自分が願っていたけどなかなか叶わなかったことに対して最後の一手というか、もう一回押してみるみたいなことをして、そして何かが形が終了するというか納得いく形で夜が明けるっていう感じがします。そしてやはり気をつけることや対策として言われているのがペンタクルスの10に節制というカードが出ているので、とってもいいんですね。これはバランスが取れているし、自分の力とか自分の才能とか自分のオリジナリティを生かすよっていうカードも出ていますし、それをまた受け入れられるよとか、遠くまで反映していくよみたいなエネルギーなんですね。これってこれまでやってきたことがここで一つ形が変わって末永く反映していく形に変わっていくみたいな、そんな感じもします。なのでとってもおそらくさっきのこの女教皇もそうなんですけど、自分の知識とか知恵とか技術をすごく生かしていくっていうのがあるので、何かしらご自身の本当にやりたいこととか携わりたいこと、これが私の転職だとか使命だと思えるようなことをご自身で見つけるのかもしれませんね。これまでは
何か違うものを求めていたかもしれないけれども、その辺がなんかクリアになっていく感じがします。そして最後の一手っていうか、何かを思い切ってやることによって自分の中ですごく納得がいく。だからこの2週間っていうのは本当に新しい始まりなんですみたいな、新しい情熱の始まりなんですっていうふうに言われてるんですね。もともとこれは無理して何かをするとかではなく、伊手座さんだからできる、伊手座さんらしいそのもののエネルギーで何かに向き合っていくっていう感じがします。とても清々しいです。なんか答えが出るみたいな感じもしますしね。ちょっとこれ踏まえた上でお仕事のことを見ていますね。仕事、まあちょっとね11月と末までは推薦も逆行してたので、なかなか意見が通りにくいなとか、コミュニケーション取りにくいなとかね、通じないなみたいなことがあったとしても、一気に明けてきますよね。特にでも11月の末ぐらいの週もだんだん明るくなってきますし、22日以降ってね明るくなってきますし、伊手座さんには非常に追い風だと思っておいてください。なんか幕を破って表に出るみたいな感じかもしれませんね。仕事見ています。ソードエース、デビル、そしてペンタクスの2ということで、お仕事に関してはやはり気になることがある感じがしますね。もうどうしてもなんか分かってもらえないんだからみたいな思いとか、なんか上司に対しての不満とか、誰かに対してのこだわっていた気持ちがあったのかなっていう感じがしますが、それがちょっとすっきりする感じがします。なんか伊手座さん自身が切り開いていく感じがするんですね。さっきのこのもやがかかった幕を自分で破るって感じがあるので、思い切って言ってみるとか、思い切ってチャレンジしてみるっていうこのソードのエースで切り開くっていう風に出てるんですね。ですのでお仕事でもこういうことがやりたいんですとか、こうしたいんですっていう自分の意見を主張する機会があるかもしれないし、それによって今までなんとなくモヤモヤしてたものとか、なんかとらわれてしまっていた思考がクリアになって、ご自身で事態をコントロールできるようになるよというふうに言われています。ここでペンタクスの2が出ています。もちろん状況って上がったり下がったり忙しかったりそうじゃなかったりとか、いろんな状況あるんですけど、自分でそれをちゃんとねコントロールしていける、そんなタイミングですっていうふうに言われています。いいですね。ちょっとこれをまた人間関係のことを見ていますね。人間関係はいいですね。エンプレス、女帝と鳳凰とソードの9ということで、非常に豊かな関係性があります。入り口もソードの入り口もカップの3なので、友達と仲良くできるとか、一緒にこうなんかイベントの企画をしてそれを楽しむとか、そういうこととってもできそうです。でその中でなんだかこの人は信頼できるなっていう人とのつながりがあるみたいですね。この人とはずっと友達でいたいとか、ずっと知り合いでいたい、パートナーでいたいって思うようなとても精神的に信頼し合える関係性っていうのがありそうです。なのでそれをまず信頼してください。前々からそういう人がいますっていう方は、その人ともまた末永く仲良くやっていけるのかなと思いますし、ちょうどこの11月いろんな意味で切り替えってなった時に、なんかまるで自分の大切なポリシーみたいな、こう人間関係のポリシーっていうとなんか堅苦しく感じますけども、やっぱりこう人に合わせるだけじゃなくて自分らしくいて、それでうまくいく人がいいなとか、そういうなんか自分の求めるもの、条件みたいなのも変わってくるかもしれませんし、でももうすでに今そういうなんかいい感じの人がいるかもしれませんね、近くに。なんか女帝っていうのは本当に豊かさ、女性性とかもそうだし、優しいとか受け入れられる。なので伊手座さんはとても受け入れられています。でとってもいいんだけど、物事ってすごく良ければ良ければいいほどそれがなくなったらどうしようみたいな不安というのも出てきたりとかして、物事っていいようなんですけど、なんかそれもちょっとあります。すごくいい人に出会えたとか、この関係最高みたいに思うからこそ、その人に嫌われたくないみたいな不安になったりとか。でもその不安っていうのは全部自分の頭の中だけでやってることなので、自信を持ってください。本当にご縁のある人とか分かり合える人っていうのはちょっとや外のことで、
壊れたりしないっていうか、ちょっと自分が変なこと言っちゃったかなとか、なんかそれぐらいで別にその全ての自分の人格を否定されるわけではないので、きっと分かってくれるはずだっていう形で安心してそこにいてくださいね。人間関係すごく豊かですけれども、そういうなんか不必要な心配事をしそうだなと思ったので、そこだけ気をつけてください。で、最後にもう一枚オラクルカードを引いてみますね。それから11月30日にYouTube ライブをしようかなと思ってます。夜の9時からです。これはちょっとカペラノート買ってくださった皆さんにその使い方を説明するのと、あとQ&A ですね。皆さんからいただいた質問に答えていくっていうふうにします。で、さらに11月30日の9時45分からは YouTube のメンバーシップの方向けに事前にいただいたご質問に答えていくということで、個人鑑定みたいなその方の流れや全体的な流れの中でこうも言えるよねみたいな話もしていこうかなと思っていますので、もしタイミング合う方いらっしゃったらまたご参加ください。では行きます。11月後半から12月頭の伊手座さん、強いですよね。本当に明るいって感じがしますけど、はい、このカードが出ました。皆さんもご自身の直感を使ってメッセージ受け取ってみてください。ジャーニーガイドということでいいですね。ご自身ジャーニーって旅っていうね意味ありますけど、自分の人生そのものが旅ですから、その旅を安全に過ごせるよとか、もっと冒険できるよとか、自分のいる場所が変わるかもねっていうチェンジ・ザ・ロケーションって書いてますけどね、居場所が変わるかもしれないし、先ほど言ったこれまで自分が思っていたものとちょっと違う形に変わってくるかもしれませんね。これは十二星座共通のところで言った自分が理想としていたものの世界観が変わるよっていうタイミングなので、伊手座さんはそれが水面下でとか無意識の中でそれが起こってくるんじゃないかなと思います。でも安心して変わって大丈夫だよって言われてる感じがしますね、このカードが。はい、ということで今回もご視聴ありがとうございました。豊かな時間をお過ごしください。失礼します。